Previously, I shared the voice of the victims and organizations supporting those survivors. By the way, we are talking about this, but it's not fair for my audience just hearing one-sided opinion and not knowing any opposing views. So today, let me share the voice of the women trying to change the new law. For those who don't know, we just got this few months ago, and this law is supposed to protect women from getting into porn against their will. But because of the new law, a lot of women in the industry are losing their job and some are even moving to illegal porn. So without further ado, let's hear what they have to say and what they want to change in society. 私は2016年に AV 出演強要問題というものが社会問題として提起された時から、プロダクションの方々と一緒に適正 AV という枠組みを作ってきたというか、適正 AV のルールであるとか、女優さんの人権を守る仕事はどのようにやっていったらいいのかというようなことを皆さんと一生懸命考えて、会員の皆様、プロダクションの皆様にお伝えしていくというようなお仕事を6年ほどしておりました。ずっとこのまんまの状況で、業界を予期しながら働いていけるのかなというふうに感じてたんですけども、この AV 新法という言われているものができたことで、女優さん、男優さん、それだけでなくヘアメイクさんやカメラマンといった技術者の方、いろんな方が本当に生活に影響があるほどお仕事が減ってしまって、本当に仕事が全くないっていう方々もいらっしゃるような状況になってしまったので、この法律を少し変えていけるような活動をしたいなと思って動いてます。4月に民法が改正されて成人年齢が引き下げになったんですけれども、高校生の AV 女優が生まれてしまうということで、その被害者支援団体の方からまた社会の方に問題提起されまして、そこからトントントンという形でスピードを制定されてしまったので、業界の声が取り入れられないまま法律ができてしまったな。新法を施行してから7月0本、8月0本、9月0本でオファーがゼロです。本来だったら専属から、企画単体に移行すると毎日お仕事が入ってておかしくない状態なんですよ。そのチャンスをちょっと逃しちゃったなっていうところがすごく悔しいなって思ってます。辞めたよっていう報告してる子ももちろんいたし、私たちももう給料がもうゼロになるので、アルバイトをしなきゃいけないなって感じにはなってます。被害を増やさないためっていう名目ではい。はい。デビューしたての女の子には確かにいい18歳、19歳。まあ、なかなかメーカーさんもそのあたりは怖いから取らないと思うんですけど、私たちはお仕事をしたいのに、なんでこんなに止められているんだっていう状況で、すごく悲しいですね。その18歳、19歳といった旧民法上で未成年だった方たちが守られるというところで任意解除というものができたかと思うんですけれども、その任意解除が全年齢にかかっている。それって出演者の方々に意思決定の能力がないって言ってるのと同じだよねという、ちょっと馬鹿にしないでくださいというような憤りをまず感じますね。それって私たちの判断能力は未成年以下なのかなって思ってしまうような、お前は子供だって言われているようで嫌ですね。未成年と同等かそれ以下の判断力しかこの仕事を選ぶ人にはないんだというふうに取れる法律だなと。私たちの気持ちだったり仕事に対する目標だったりプライドっていう部分も多分見えてなかったんだろうなって。差し替えが効かないのが一番の問題だなって思ってて、当日風邪ひいて来れないって人が出たら、その現場バラシになっちゃう。1ヶ月後ちゃんと撮影できるのかなっていうので不安になる。できなければまたさらに1ヶ月後の契約になっちゃう。あと、抑えたスタジオだったり、他のメイクさんだったりとか、日給で動いてるような人たちの給料とか、どうするんだろうとか。女の子が風邪ひきました。男優さんが風邪ひきましたで、差し替えが効かないから、バラシになった時に、スタジオ代とか全部メーカーさんが持つんですよ。メーカーさん
たちが潰れてしまわないかとかがとても心配になってます。確実に現場に来るだろうという子が優先になってきて、やりたい子が活躍できなくなってくる。今でも倒産するスタジオさんの話も聞いてるので、私たちが出演する先もなくなっちゃうんじゃないかなっていうのも不安でもあって、まず適正 V で言えば、その1ヶ月の前にプロダクションに所属をして自主規制の中で考える期間っていうのを与えられていて、その後じゃないと営業も回ってくれないんですよ。そこで十分考えてはいるので、なんか考えてばっかりだなっていくら考えても出るって決めれば出るし、言い出せない子って1年あったってやっぱり言い出せない子は言い出せないし、そんな時間を置くことに必要はないんじゃないかなって。契約についてきちんと説明しなければいけません。しかも一作品ごとに契約書を作って説明をしなければいけません。契約書自体も長いので、もう読み上げるだけでもすごい時間かかって、説明するとだいたい2時間弱ぐらいかかるらしいんですよ。女優さんの働き方によっては、1ヶ月間に20作品とか出る方もいらっしゃるので、もうその分もうその契約書の説明と、こう書いてという時間がものすごい取られてしまう。何枚も何枚も紙があって、それを読んでくれたり読んだりしながら、名前だったり、住所だったりをたくさん書くという、何回ハンコをするんだろうって。すごく守られた現場だったのに、さらに手間のかかる感じになっていて、すごい無駄な仕事が増えちゃったなって感じで。宣伝もできないです。法律上公表期間なので、宣伝しちゃうと公表じゃないですか。だから4ヶ月間は宣伝もできないみたいですね。はい。そうですよね、きっと。夏の暑い時にプールに入って作品撮るっていうのも1ヶ月以内で出せたりするんですけど、4ヶ月空けなきゃいけないってなると、季節に合ったものは取れなくなりますよね。強要があるとか、人身売買のようなひどい搾取があるとか、そういったことであれば本当にそこは直していかなければならないと思うし、そういった方々を取り締まる法律があるというのは私たちもすごくいいことだなと。ただ自主規制を、自分たちで作って自分たちで守っていこうというような考え方があるところと、そうではない方々っていうのってもう意識が違うので、その女の子を騙してガンガン稼いでしまえみたいな人たちとは少し区切ってほしかったなというふうに思います。審査団体通して販売してますよっていうちゃんとした AV じゃなくて、適正外から作ってしまう人がたくさんめちゃめちゃ増えてるんですよ。本当に増えてますね。だけど皆さんには本当に言ってもらいたくないと思ってます。その被害者が増えることで規制を強めようってなってしまうんですよ。だからじゃあ私たちいろいろ守って販売してるのにどういうことなのってすごくなるんですよ。個人撮影でされている方々は本当に趣味なのかわからないんですけど、守っている人がいるんだから本当に守ってもらいたい。じゃないと本当に AV は潰れます。自分が仕事する上でこのやり方なら強要起きないだろうっていうのも思っているし、起きるとしたらどうして起きるんだっていうぐらいの何重にも意思確認がされる。今は好きで働いている人の方が多いし、ほとんどだろうなと思ってます。出てしまった後に、やっぱりやめとけよっていう方が結構いる。はい。何かをして後悔することは被害じゃないと思うんですよね。生きてる上で自分の決断で後悔するタイミングって毎日何かしらあると思うんですよ。それを被害と言われてしまうのは納得いかないなと。長く働く女優さんの中には30年とか、もう本当に十何年という女優さんはザラにいるような業界なので、本当に思いつきでその日限り
ちょっとお金を稼いで帰るというような業界ではなくって、継続的に働いていけるような、そういう業界なんですね。ただそのパパ活のオプションで撮影をするようなものとか、個人間で SNS でつながってお小遣い稼ぎの感覚で出るような方々、iPhone とかでパッと撮って、で無修正で上げちゃって、国内のルールが通用しないようなところで販売しちゃうっていうような人たちと、ちゃんとやっていこうっていう事業者とは全く異なると思うんですよね。そこを一緒にされてしまうというところに理解をいただいていけてないんだなという悲しさというか。ずっとこの業界に続けたい人っていうのはいっぱいいて、私もそうなんですけど、一生この業界にいたいんですね。だから、なくされたら困るし、AV に反対している方は逆に聞きたいです。なぜ AV に反対しているのか。AV を見たことない人っているのかなって思うんですけど、おかずって言ったらなんですけど、そういうものがなくなったとして性犯罪が増えたらどうしますかとも思いますし、逆になんで AV をそんなに排除したいのかなって思います。差別的な目で見ないでほしい。私たちも普通に頑張って生きてる女性であって、自分でやるって決めて頑張ってる人であるってことを知ってほしいです。判断力がないとか、楽して稼いでみたいに言われるんですけど、そんなこともなくちゃんと頑張ってるよっていうのは伝えたいです。AV 女優は洗脳されてるからこの仕事をしてるんだみたいなことを実は言われていて、私はでも自分の意思でやりたいからやってるし、あなたたちにその決めつけられる理由はあるんですかって聞きたいです。AV に出演するってやっぱり結構な決断だと思うんですよね。でもその結構な決断をして生きていくんだっていうふうに覚悟を決めた女性っていうのがいっぱいいて、今適正 AV 業界というその業界の中では年間だいたい2000人ぐらいの女優さんが働いてる。その決断とか生き方とかを応援してほしいなっていうふうに思います。職業差別というような感じになってしまうんですけれども、それ AV 女優だから AV 業界だからっていうような色眼鏡をかけて見ないで、そのユーザーさんっていう方々もいっぱいいらっしゃって、作品を楽しみにしてくださってる人たちもいっぱいいるので、そういった方たちのためにも本当に真摯にものづくりしている人たちがいっぱいいるので、差別しないで見てほしいなというふうに思います。